皆さんは去年から今年にかけてどれくらいのスピードで時が経ちましたか？私は一瞬で時が過ぎ去ったように感じました。つまり人間っていうのは寿命までの時間がめっちゃ早いんですよ。だからもう一瞬で100年なんて過ぎちゃうんです。だから今悲しんでたり悩んでたりする時間がマジでもったいないと思います。だってもう去年から今年までもう一瞬で過ぎてるんだから、もう50年100年ってあっという間ですよ。もうママたち3回したら100年になるくらい人の寿命ってすんごい短いんですよ。だからせっかく貴重な時間があるんだから、苦しいことなんてあんまり考えないで、なるべく楽しいこと、もう楽観的に自分の都合のいいように考えていった方が絶対にいいと思うんです。なんでこの考えになったかっていうと、最近おばあちゃんが死んだんですよね。で、去年は父親が亡くなって立て続けに身内の不幸があったんですよ。で、それで思ったのが、本当に人ってあっという間に死ぬっていう、すんごい実感してるんです今。だから100年本当にあっという間ですよ。本当にすぐに死んじゃう。だから今もし死にたいって思ったりしても、いやいやいや、もうすぐ死ぬから今焦って死ななくていい。もう勝手に死んじゃうよ人って。大丈夫そんな焦らなくてもいい。そんなことより限られた時間を存分に楽しんだ方がいいと思う。ここでちょっとおばあちゃんの話をするんですけど、おばあちゃんは大家族の末っ子として生まれていて、でも両親は子供を作る気がなかったらしいんですね。で、思いがけず計画になかった子供だから育てる気がなかったらしくて、だから放置して生き延びたら育てようっていう感じだったらしいんですよ。で、おばあちゃん、赤子のおばあちゃんは放置されて、放置して生き延びたから、じゃあ育てようっつって育てられた子で、なんか望まれてなかったらしいんですね。思いがけず偶然の産物として生まれた方でして、で、それからなんか花嫁学校みたいな学校に行って、お見合いでおじいちゃんと結婚して今に至るみたいな感じなんですけど、お母さんはね、おじいちゃんのことなんかめっちゃ嫌ってて、なんか一生死んでよかったみたいなことを家で言い続けるくらいなんか嫌ってるんですけど、そんなんでおばあちゃんは最後の数年間はずっと死にたいって言ってたらしいんですよ。だってもう老いて別にやることもないし、まあ私あんまりおばあちゃんと直接話すことがなかったからお母さんからのまた聞きなんですけど、お母さん曰くおばあちゃんずっと家で死にたいって言ってるよって言ってて、そう考えると今死にたいって言ってるのバカらしくないですか？なんか私結構死にたいって思う人なんですけど、今死にたいって思ってるのに、80、90死ぬ間際になっても死にたいって思うのってで、結局死ぬんでしょ？じゃあなんか、わざわざあえて死にたいって思う必要ないかなそんなんだったら、多少周りのこと考えなくても、自分の楽しさにフォーカスして生きた方がいいんじゃないかなとか思って、なんか結構私が死にたいって思うとか悩むことって周りに迷惑かけてるんじゃないかなとか、自分って必要じゃない存在なのかなとか、あんまり未来に希望ないなとか思う時に死にたいなって思うけども、そんなんさ考えなくてもどうせ人は死ぬんだから、しかも高速スピードで時間っていうのが過ぎていってすぐに寿命が来て結局死んじゃうんだから、死にたいなんて考える必要がないのではないか。わざわざ悲しいことを考えなくてもいいのではないか。だって人っていうのはすぐに死ぬぐらい寿命が短いんだから、この貴重な時間を悲しみに当てるのがもったいないのではないか。多少バカになってもいいから楽しさにフォーカスを当てた方がいいのではないか。そのように今考えてるんですね。しかも今人間ですけど、死んでもし転生するとして次もまた人間になれるとは限らないじゃないですか。まあ、転生しないかもしれないし、ゴキブリになるかもしれないし、そう思うと
今この短い寿命の中の人間でいられる時を目いっぱい楽しんだ方がいいんじゃないか。人間だからこそできることをいっぱいしといた方がいいんじゃないかなとか思うんですね。で、それって別に社会に貢献してることじゃなくてもいいと思うんですよ。自分の好きなこと、推し活でもいいし、ゲームでもいいし、プラモデルでもいいし、釣りでもいいし、何でもいいですよ。人間だからこそできることを目いっぱい、自分の好きなことを目いっぱいやっといた方がいいんじゃないかなって思って、だってこんな短い寿命の中で人間でいられるの今だけですよ。楽しまないともったいないですよね。しかも本当に悲しんでる時間本当にもったいないと思います。みんながこれを見てる人が何に対して悲しんでるのかわからないけれど、人間関係とか人間に対しての悲しみだったらどうせ人間も全員死ぬし、地球だって滅亡しますよ。あっという間にね。だから全然他のことは気にしなくていいと思う。本当にこの人間で生まれたことを精一杯活用して楽しく暮らすのがいいんじゃないかなって思うんですよね。そして人間の寿命が短いからこそ、自分の一番大事にしてるものとか信念とか譲れないもの、好きなものっていうのは必ず話さない方がいいと思ってて、これがどういうことかというとちょっと説明がしづらいんですけど、例えば私だったら音楽とか映画とかの趣味が人に理解されないことが多くて、例えばどんな音楽聴くのみたいな聞かれた時に、こういう音楽が好きだよって答えたら、気持ち悪いって言われたりとか、この映画面白かったよみたいな言ったら、何それ気持ち悪いって言われることが多くて、私の好みとか趣味思考があんまり人に理解されることがないんですよ。私がいいと思うもの、素敵だと思うものっていうのは他人からすると気持ち悪かったり不快だったりするものが多いんですね。で、そういう時にやっぱり人間社会に馴染むために私も万人受けする趣味にした方がいいのかなとか、自分の信念を曲げて大衆に閉じ込むようにした方がいいのかなとか思うことがあるんですけど、でもこんなに短い寿命の中で自分だけの人生なんだから、やっぱり自分が一番大事にしてるもの、自分が好きなもの、自分の信念というのは絶対に守って手放さないで、自分だけの素敵な人生を歩んだ方がいいと思うんですよね。それにこれは私が最近思いついたライフハックなんですけど、自分のことを映画や物語の主人公だと思うと、どんな悲劇でもワクワクするのでおすすめです。映画の主人公って悲劇がひどくあればあるほどドラマチックで面白いじゃないですか。そんな感じで、もし辛いこととか悲劇があったら、もう自分は主人公だからこんなに面白い出来事が起こってるんだみたいな、めっちゃ面白い映画じゃんみたいな思うと、ちょっとね、辛いことがあってもワクワクするんでいいですよ。だし、主人公は必ず悲劇を乗り越えられますよ。だし、乗り越えられてなくても、その次のターンとかで乗り越えられてるんですよ。壁にぶち当たって、挫折して、また壁にぶち当たって挫折して、でもそれを繰り返してるといつか乗り越えられてます。乗り越えられてるし、仮に乗り越えられてなくても、圧倒的に悲劇的な主人公っていうのも素敵だと思いませんか？私ね、前の動画でも言ってるんですけど、悪童日記っていうものすごく素晴らしい小説に出会って、その悪童日記の主人公っていうのはすごく劣悪な環境、戦時下のすごい悲惨な状況の中にいるんですよ。で、展開も結構ひどくって、主人公がちょっとかわいそうなんですけど、でもそれがね、私はすごく素敵だなって感じたので、私がどれだけ辛い出来事とかあっても、悪童日記の主人公は、辛い環境でも素敵に生きてたし、私もあんな感じでこの悲劇の中
素敵に生きようみたいなこれもこれで素敵だなみたいな感じに思えてるんで、やっぱね、自分が映画の主人公だって思うのはいいと思います。で、実際に自分の人生って自分が主人公だから間違ってないと思いますしね。だし、なんか何でもかんでも自分の捉え方次第だと思ってて、なんか辛い出来事もチャンスだって思ったらチャンスになるんですよ。なんだろう、自分の捉え方次第で行動と発言が変わるから、それによって結果が変わってくる、現実が変わってくる気がする。私は結構ネガティブになりやすいからしくったなって思うことがあるんですけど、人を見てると本当にポジティブな人ってチャンスをどんどん自分のものにしてるし、なんだろう、私が取り逃がしちゃいそうな、私だったら諦めるなってところでも本当に上手い人ってポンポンひっつかんでどんどん自分の状況を良くしていくんですよ。これはね、他人を見ててすごくあの人生き方上手いなって思うことがあるから、本当にそれって自分の捉え方次第、現実に起こったことを自分がどのように捉えて、それからどう行動するかで人生って本当に結果がどんどん変わるんだろうなって実感しています。なのであなたは映画の主人公ですはい、何の話だから、寿命、人間の寿命って本当に短いので、もう悲しんでる時間が本当にもったいないです。一瞬で過ぎちゃうから、なるべく楽しんで、人の目をあまり気にせずに自分の思う人生をね、歩んだ方がいいと思うし、どんなに悲劇的なことがあっても、この映画の主人公は自分なので、素敵な映画をね、作っていきたいですよねそんな感じです。